どうもケイティです。老舗から B 級グルメまで何でも食べ尽くすケイティーツが、今回は栃木県佐野市の名物佐野ラーメンをご紹介します。佐野ラーメン大好きケイティーツが独自の視点で選んだ、ここだけは絶対に外せない珠玉の名店5選をお届けします。最後までゆっくりご覧ください。日本名水100選に選定される出流原弁天池湧水など良質な水に恵まれる佐野市のラーメンは、どのお店もハイレベル。正直どのお店に行っても美味しいのですが、中でも特におすすめしたいのがこちら。まず最初のお店は創業昭和36年、現在2代目。変わらぬ味を守り続け、県内外問わず絶大な人気を誇る老舗の名店です。平日のただいま午後1時25分、閉店時間は午後2時なので結構ギリギリなんですけど、行列が途切れることはありません。まだお客さんは続々と来店されるので、閉店間際でも麺打ちが行われています。佐野ラーメンは昔ながらの青竹手打ちで麺を打つお店が数多く残っています。酒で一気に圧力をかけることにより、コシの強い美味しい麺になるのだそう。また麺の中に気泡を多く含み、熱伝導率が良く、茹で時間が短く済むのだそうです。テレビなどで目にしたことはありましたが、やっぱり直に見るとすごい迫力。実際の青竹手打ちを見たのは初めてだったので大興奮でした。昔は全国的に行われていた伝統製法の青竹手打ちですが、製麺機の進化とともに最近ではだいぶ少なくなったようです。メニューは中華そばとチャーシュー麺、ドリンクもビールの他は9種類のソフトドリンクのみと非常にシンプル。座席はテーブル席18席に小上がり72席と、カウンターはありませんが、お一人の方からご家族連れまで客層は幅広く、親戚の家にいるような雰囲気でほっと気持ちが落ち着きます。すごい綺麗。綺麗だね、澄んでるね。すごいもういい香り。ねえ。醤油のいい香りが。そうそうそう。はい、次。チャーシューちょっと大きさに。はい。こっちがチャーシューが全部で1、2、3、4、5、6枚です。ちょっと違うよね。ほら。丼も違うよ。丼も違う。1.5 倍かな。1.5 倍だね。普通と大盛りを比べてみました。麺の量が普通は 180g で、大盛りは 120g だそうです。透明度の高い琥珀色のスープ、チャーシューの脂が溶け出していますが、ほとんど脂は浮いていないクリアなスープ。全部で、こちらは中華そばのスープ。あっさりとしていながら動物系のパンチもあって最高です。飲み比べてみると全然違います。中華そばの方がより醤油のコクを感じますが、チャーシューの脂で少しこってりとしたこちらが私は好きです。佐野ラーメンの麺はトップクラスに加水率が高いと言われています。つるっと喉越しが良く、もちもちとした食感が最高です。青竹具合が一番強いかもしれない。細いところは細く、この太いところはものすごく太い。噛んでる食感がとろける部分とアルデンテの部分って感じ。次はお楽しみのチャーシューをいただきます。油だね。油ある。大きな豚バラのチャーシュー、脂身と肉の割合が絶妙です。チャーシューチャーシューこんなに原型しっかりしてるじゃない。ほろほろ崩れないようになんだけど、口の中入れたら全部とろける。全部取れる。これは大盛りチャーシュー麺正解だった。これはいくらでも食べれるチャーシュー。この自家製メンマも絶品。メンマとチャーシューでお酒のあてに最高ですね。
目的地は左側です。お疲れ様でした。次のお店は電車で行くと佐野駅のお隣富田駅、さらに富田駅から徒歩約25分となかなかのハードルにもかかわらず連日大行列を作る人気店です。もうやってないけどこの人たちは並んでるかもしれないよ。ありえるよね。お店の前にタッチパネルがあるので、こちらで受付を済ませて順番が来るまで好きな場所で待っていられます。この日は日曜日の午後3時を過ぎた頃で3組待ちと待ち時間はそんなにかかりませんでしたが、お店の周りはのどかな田園風景広がるこんな感じ。緑に囲まれたこの場所では待ち時間も心和むひとときでしかありません。店内は窓が多く開放的、店名の通りとても明るく和やかな雰囲気がいいですね。座席はカウンター、テーブル席と小上がりで30席ほど。こちらもお一人の方からご家族連れ、学生さんからご高齢の方まで地元の方々に愛され、家庭的な温かみのあるラーメン店ですが、食べログ100名店に選出され続ける有名店でもあります。メニューはラーメンと餃子、チャーシュー丼などがあります。こっちが大盛りです。あとは別皿のニンニクです。うわー、スープうま濃厚です。あー、美味しい。すっきりとまろやかだけど濃厚。鶏ガラ、豚ガラ、野菜に昆布と魚介、さらに牛すじなどで取るスープは濃厚で深い味わい。麺は手もみをしないしなやかな平打ちストレート麺。店主さんは佐野の言わずと知れた名店田村屋さん出身ですが、田村屋さんの麺ともまた違いますね。麺の太さはランダムで、太いところはもっちりとしたコシがあり、細い麺はとろりととろける食感。チャーシューはホロホロだ、持てないぐらい。日向屋さんのバラチャーシューは大きくて食べ応え十分。箸で持ち上げると崩れてしまうほどホロホロに柔らかく、とろける上質な油が最高です。チャーシューうま、ホロホロ、ほどけるやつ、最高にうまい。田村屋系のお店では煮卵に日本唯一の国産鶏の卵、那須の御養卵を使用しているお店が多く、黄身は濃厚でコクがあり、プルプルしなやかな白身まで美味しいので、田村屋系のお店に行ったらぜひ食べてほしい一品です。味変に生ニンニクを入れてみました。合う。あっさりしたスープにニンニクのパンチが加わって最高です。餃子は3個か5個から選べます。一つ一つが大ぶりなので3個でも十分なボリューム。お酢に胡椒を入れていただいてみます。もちもちとした皮に豚肉とキャベツたっぷりのあんが甘くジューシー。豚肉、キャベツの他にはニラ、玉ねぎ、ニンニク、生姜などが入っています。野菜もたっぷり入っていて意外とあっさりしているので、このボリュームでもペロリと食べてしまいます。
次のお店も東武佐野線の田沼駅から 400m、 車だと293号線から少し入ったところ、好立地とは言い難いこの場所でも連日行列を作る有名店です。お昼の営業時間は14時30分まで、ただいま14時でお昼のピークが落ち着いてくる頃ですが、3組待ちでした。記帳制でカウンターかテーブル席、または小上がりから希望の席を記入できます。メニューはラーメン以外にも餃子やもつ煮、平日限定のランチセットなどもあります。お店入り口に製麺室がありました。タイミングによってはこちらで麺打ちを見られるかもしれません。入店しました。店内は明るくアットホームな雰囲気。卓上は醤油、酢、ラー油、七味と大きな胡椒があります。座席はカウンター5席、テーブル10席、小上がり16席、テーブルの間隔も広く、満席でもゆったりと食事をすることができます。もうすでに柔らかい。うわー、もつうま、柔らかくてうまい。佐野ラーメン店はもつ煮を提供しているお店が多く、どのお店のもつ煮もハイレベルで美味しいです。こちらはコクのある味噌煮込み、甘さはなく濃いめの味噌味でお酒が進みそうです。うわー、うまっ。こっちがチャーシュー麺です。美味しい。鶏ガラ、豚ガラと秘伝のだしスープはあっさりとしていますが、濃厚なうまみ、芳醇な余韻が残るうまみの強いスープですね。美味しい。楽野屋さん最大の特徴はやっぱり麺ですよね。手もみをしていないストレート麺。この麺に惹かれて通い続ける根強いファンの多いお店です。麺の太さはランダムで、しっかりとコシのある部分ともちもちと柔らかい麺も最高。うわっ、すごい。チャーシューはこの柔らかさ。ホロホロだね。すごい。チャーシューうまー柔らかすぎる。もう口の中でバラバラにほどけていく。チャーシューうますぎた。口に入れた瞬間、広がる豚の旨味がたまりません。本当だね。チャーシュー麺の次に人気はこちらの塩。かなり白ごまが見えますね。あー、こっちうまい。塩もうまい。ほんのり玉ねぎの甘みを感じる塩も絶品。こちらもあっさりとしていますが、パンチがあって最高です。絶対に合う。はい、もうこっちこのままいただきます。うわ、溶けた。溶けるんだ。溶けた、もう溶けちゃった。油じゃないのにブワーンってほどけた。うまみが強い。今回塩ラーメンは普通盛りで、チャーシュー麺は大盛りで、比べてみるとこのくらい。はい。楽野屋さんの餃子も大きいですね。佐野ラーメンの餃子はどこもボリューム満点です。今回は酢と胡椒にラー油も足してみました。肉肉しい。こちらはお肉がたっぷりジューシーな餃子、もちもちの皮も最高です。では、はい、もうなんか具だくさんだよ。結構な具だくさん。すごい具だくさん。大きなチャーシューがゴロゴロですね。卵に長ネギ、大ぶりのチャーシュー、それにナルトも入った具だくさんのチャーハン。ふっくらツヤツヤのお米と先ほどの絶品チャーシューが惜しげもなく入っていて、これは贅沢ですね。
そしてチャーハンについているこちらのスープにもなんと大きなチャーシューが入っていました。これは嬉しいですよね。ちょっと贅沢にもつを乗せてもつチャーハンにしてみます。うわーすごい。はい。うわ、優勝した。そう合うの。あう次のお店は創業昭和51年、こちらで修行を積んだという名店も少なくありません。地元の方に愛され続ける老舗の名店です。メニューはシンプルで安いですよね。ラーメンは1種類で大盛りかチャーシュー麺、それと餃子があるぐらいでお手軽に儲かりそうなおつまみの類もありません。佐野ラーメン店は本当に実直なお店が多いですよね。おつまみはないんですけど、お酒にはこんな贅沢な無料のお通しがついています。ノンアルでもいただけるのは大サービスですね。あー、美味しい。これがノンアルについてきたお通しです。わあ、これすごい結構な量だよね。うわ、冷たくて美味しい。この冷たいチャーシューの何が美味しいかというと、口に入れるとこの白い部分がこの白い油の部分が溶けるのよ。溶けて舌の上で濃厚な豚のうまみがブワーンって広がるから、お通しに最高でしょ。これはい、最高。口に入れます。はい、最高。これだからあったかご飯にのせたら一番理想的だよ。ちょっとまたお酢と胡椒でいただきます。お肉も野菜もたっぷりで美味しいです。今までのお店と比べると皮は薄いタイプ、あっさりとしているのでこの大きさでもペロリと食べてしまいます。ネアも入ってるのかな。はい。こちらがラーメンですね。はい。すごいね。本当だ。比較したいね。いいよ。ギリギリまで。ねえ。こっちが大盛りです。あ、もう傾けたらこぼれる。比べてみるとこんな感じ。丼の高さもこんなに違います。あ、もう熱い。なみなみだからね。あ、もう香りがいい。透明度の高いスープ、丼いっぱいになみなみと注がれています。鶏ガラなど動物系の他にソウダ節などの魚介も使ったスープ、あっさりとしていながら深い味わい澄み切った雑味のないスープは絶品。一気に飲み干してしまいそうです。透明感で。たっぷりだ。もちもちとしたコシのある麺はどのお店ともまた違った弾力があります。プルプルと跳ね返すこちらの麺も最高ですね。もう噛まなくても十分。チャーシュー麺のロース肉はこの大きさでこの厚み。普通のラーメンのチャーシューはバラチャーシューで、こちらは箸で持ち上げるのも難しいほど柔らかくジューシーな脂の旨味も最高でしたが、こちらのチャーシューも上質な肉の旨味がたまりません。 300g の麺もどんどん進んでしまいます。次のお店は関東三大師の一つ、佐野厄除大師の近くにある、創業は昭和24年、現在2代目、今年75年にもなる老舗のラーメン店です。
入店しました。この辺りは観光客より地元率が高いようで、店内は明るくアットホーム、カウンター5席にテーブルが2つ、お店の奥が小上がりになっていて、実家のようにくつろげる雰囲気が最高です。すいません。メニューはラーメン以外にもチャーハンやカレーもあります。お手軽に儲かるお酒の提供はなし。佐野はストイックなお店が多いようです。贅沢に大ぶりのチャーシューが6枚も乗って900円は安すぎます。美しい琥珀色に輝くスープは豚と鶏ガラのみ、あっさりとしていながらコクがありまろやかな味わい。もちもちの麺は柔らかめ、しなやかなコシがあり、小麦のいい香りがたまりません。チャーシューはこの厚み、一つ一つが大ぶりで、これは食べ応えがありますね。チャーシューうまチャーシュー、柔らかジューシー。柔らかいだけじゃなくしっとりジューシーなんですよね。素材の良さを生かした味付けは控えめ、上等なチャーシューの旨味で麺がいくらでも進みます。結構ナルトが大きい。大きい。具材は卵とネギ、ナルト、チャーシュー、卵たっぷりでチャーシューも多め。シンプルな味付けで何よりパラパラのお米がとにかくうまい。香ばしい香りもよく、軽い食感のチャーハン。チャーハンには中華スープとおそらくおかみさんの自家製きゅうりの浅漬けがついていました。こういうサービスに心温まります。あー、美味しい。お肉がゴロッと大きなビーフカレー。こちらもこれだけの牛肉が入って安すぎではないでしょうか。トロトロテリテリで美味しそうです。これが昔懐かしい食堂系のカレーで、スプーンが止まりませんでした。本当に美味しい。美味しかった。これ。昭和24年。24年。あれなんでも70何年。自分がやって45年ぐらい。45年ぐらい。2代目なんです。なるほど。周りの人がね、結構面倒見てくれて、安いお店に来た人なんかも、どっかって言ったら、ペイコさんに行ってみななんて言ってくれて、もうだから近所の人に恵まれて、教えてね、そういうのも。本当に美味しかった。美味しかった。美味しそうっていうなんか。これからと豚からとなんだっけ自分たちの愛情じゃないけど、鶏ガラとね、鶏ガラと人柄が三柄なんですね。ああ、そうなんですね。昔はね、この通りはね、すごく賑わった通りだった。ああ、だって厄除け大使さんの近くみたいなの。昔の佐野市のメインストリート。あ、そうだったんですか。これはもう昔々の話。わかりました。そっか。これ佐野市の市道1号線。江戸街道なんです。江戸街道。江戸街道なんです。あ、この通りが。そうなんですか。今でもこうずっと行くとね、昔のこう道しるべですか。あるんです。だからうちがだからこう商売始めた昭和24年の頃は、すごくこう賑わった。こう前がお風呂屋さんでね。煙突。確かに煙突がある。今でもやってる。もう八百屋さんがあって、せんべい屋さんがあって、質屋があって。
鳥屋さんがあって酒屋があって、こう軒並みみんなこう商売。道が細くバスが通れないということで、ここより一本東側の通りがメインの通りになってから、この辺りはだいぶ寂しくなってしまったそうです。この通りで1軒だけ今でもやっていけるのは地元の方々のおかげだとおっしゃっていましたが、この純朴な味を求めて遠征するラーメンオタクは数知れず、末永く続いてほしい名店です。ありがとうございました。美味しかったです。それでは皆さん、今回の KT イーツはいかがだったでしょうか。東京から電車か車でも1時間半もあれば行ける名水の里はやっぱり麺類のレベルが高いですよね。味だけじゃなくコスパ、サービス満点でほっと心まで温まる佐野ラーメン、美味しそうだなと思ってくれたら、ぜひグッドボタンを。やっぱりラーメンはサンガラに限るねという方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。